この状態で使用が可能になります。このままちょっと畑の方へ入っていきますね。ちょっと焼いてみたいと思います。このように種ですね、種がなっているものは結構簡単に焼くことができます。では実際にこちら、農家さんに試していただきたいと思います。ここ持って押す感じで大丈夫です。今まで使ってたものと比べて火力はどうですか？火力は同じぐらいですかね。でもこう動かしやすいんで、はい、女性にも使えると思います。今までのは肩にかけるようなタイプでした？そうですね、肩にかけてずっと持ちながらやる。結構重いですよね。重いですね。楽ですね、これだと。そうです。このイネ科のやつとかだと根の中心ちょっと当ててもらえればかなり根の奥深くまで焼けるので、完全燃焼してるんで灯油臭さとかもないですし、有機圃場なんかだとなかなか雑草取り使える手段限られますけど、ちょっとこういうのも面白いんじゃないかなと思いますね。じゃあちょっとこの後芝海くんにもやっていただきましょうか。でこれ途中で弱くなってきたらポンピングが何回か必要にはなります。数分に1回で1時間ぐらいは、使える計算になってます。芝海さんが今まで使っていたやつはやっぱりショルダー式のやつですか？こういうのは使ったことないですね、開放した時はね。なるほど。生の草でも焼けるんだなっていうのがびっくりしました。そうですね、結構こういうイネ科の草だともう一瞬で焼けてしまいますね。もっとちっちゃいのを焼くのにはもっと時間かからないのかな。やってみていいですか？はい。そうですね、結構葉がどうというよりは根元からこうもげていく感じに焼けるパターンが多いですね。小さいうちにさーっと焼いていけば除草効果は高いかもしれないですね。そうですね、土壌消毒の効果もあると思いますので、小さいうちに焼くのは結構手かもしれないですね。芝海くんどうでした？そうですね、かなり火力が強かったので、青草が平気で焼けてしまうのはすごいなと思いましたね。あとはどうやって農業をやってる畑の中で使いやすくなるかっていうところはちょっと工夫が必要だと思うんですけど、例えば、この熱が、野菜の中で使った時に他に行かないようにカバーがついていて、なるほど、草だけ焼けるような仕様にしたりだとか、もしくはやっぱこの中心点だけ熱くなるので、これが3本ついているだとか。なるほど、逆に押していくだけでこう広く使えるとかですね。広く使えるとか。なるほど、確かに火口の太さが変えられたりするといいかもしれないですね。佐藤さんどうですか？そうですね、使い方としてはもう5回押すっていうだけなんですごく楽で女性にもいいと思いますし、小さくてコンパクトなんだけどもやっぱり火力があるので、確かにショルダーでこう背負うより押す方が全然違いますね。ずっとやってるんで疲れちゃうんで。あとはあれですね、今ちょっとここ土が耕された後で使ってますけど、ちょっとタイヤの高さがもしかしたらもう少しあると引っかからずにいいかもしれないですね。ちょっと今この状態だと押しても引っかかってうまく動かないところもあるので、なんかそういったところもうまく調整ができるといいかもしれないですね。草刈りしといて、最後に種ごと残った雑草をまとめて焼いたりするのもいいかもしれないですね。逆に初めに種をまく前に、草の芽だけ出させておいて、それを焼いてから種をまくとかもいいかもしれないですね。そうですね。地表の草の種から発芽させておいて焼いてから種まいたりしたら、もしかしたら初期の除草を省けるかもしれないなと思いました。ちっちゃい芽出たての方が焼きやすいですもんね。実際に私の知り合いの農家さんでも鉄板の上に
苗床用の土を引いて先にこのバーナーで炙ってしまってから冷やして使うっていう方がいらっしゃいます。やっぱり消毒効果と雑草の種セルトレイに入ってきたらすごい嫌じゃないですか。あれを焼くのに一回鉄板の上に引いてからこれで軽く炙ってから使用するっていう方がいらっしゃいますよね。そういうのも使いやすいかもしれないですね。なんか使い勝手を考えるといろいろ可能性は出てきそうですね。なんかいろいろその使い勝手に合わせたオプションなんかも出てくると面白いかもしれないですね。ありがとうございます。ちょっとなんかウルトラ怪獣っぽい感じも。この動画が良かったらグッド、チャンネル登録はこちら。